Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図にしえかし見つけたよ心が安らぐ My home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム、この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています、最近の僕はですね皆さん見てくれたでしょうか。17日のね土曜日に01という番組が、僕出たんですけど皆さん楽しんで見てくれましたかね。まあインタビューだったんですけど僕らが練習するときにいつも飲んでるコーヒーだったりグッズ売り場だったりこういう風に練習をしてるよとかこういうエピソードがあったよなどなんかいろいろな方面から初めてインタビューをさせてもらったんですけど少しロケテイストも入ったインタビューって初めてだったんですけど個人的にはすごく面白かったですし新鮮だったのでまた何か機会があればああいう風にインタビューなどをしてみたいなって思ったりしてました。はいということでですねこの番組は僕ら NCT127 の曲はもちろんその他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさんオンエアしていきます。まずは1曲目をお届けしましょう。 NCTU でピアノ。 Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータです。今日はですね僕の活動にまつわるお話を、やっていこうと思います。こうやってラジオでトークもさせてもらってますが、実際このラジオだけじゃなくてテレビ、雑誌、ミュージック撮影、写真撮影など、今オフラインが難しいんですけどそういった様々な活動で皆さんに僕の活動を見てもらっていると思っています。そんな中ですねその舞台裏ではないんですけどどんなことを感じながらだったりどんなことを考えながら活動しているのかなかなか言葉にしにくい部分だったり伝わりにくい部分なのかなと思うので今日はこのラジオで少しそういうところを皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。まずそうですね最近は皆さんもよく見てくれてると思ってるんですけど、インタビューですよね。結構最近はたくさんのインタビューに答える機会が多くてですねインタビューについてはどういう風に考えているのって多分すごい疑問に思ってくれたりしている方が多いと思うんですけど、インタビューの基本はですね僕が心がけているのは、謙虚な姿勢と真摯に真剣に答えるということを心がけてやっているんですけどやっぱ聞いてくれてる側は僕を知りたいと思って聞いてくれてるわけだからそれに真摯に答えなきゃいけないっていう、マインドはいつも持ってやらさせてもらってますね。あとはそんな真剣な話ももちろんするんですけど砕けたところはもう関西弁のバリバリなところも出しつつバランスを見ながらやっています。はい。そしてですねミュージックビデオ撮影ですね。ミュージックビデオ撮影は曲の雰囲気だったりコンセプトによっても結構僕はすることが違っていてですね最近撮ったギンミギンミは僕の中では結構雰囲気が重たいというかちょっとディープな、ミュージックビデオだったり内容だったのでいろいろな映画ちょっとディープでちょっと狂気的な映画も見てイメージしましたしあとはもちろんその撮影個人撮影っていうのがあって個人撮影する前はもちろんメンバーとね一緒に和気あいあい楽しくやったりするんですけどその僕の個人撮影の1時間前ぐらいからはもう時は車の中にこもって一人で音楽を聴いて集中してましたね。なんか喋って楽しい雰囲気になっちゃうと現場に入った時にああいう雰囲気出せないかなっていうのを思って結構だからギンミギンミの時はメンバーとも喋らなかったり、結構距離を置くようにしてたりっていうのはしましたね。タッチみたいに明るい雰囲気の時は逆にもうメンバーと楽屋でもう冗談も言い合ったりふざけ合ったりっていう風にしてて
まあ曲の雰囲気だったり自分が考えてるイメージによってなんかこう行動は変えるようにしてますね。写真はまあ自分が上げる写真、インスタだったりバブルに投稿する写真っていうのは本当に自分が上げたいものを投稿していて、逆にこう飾ってないというか、もうお風呂入ってすぐに撮ったりもする写真もありますし、まあただ雑誌でお仕事をもらった時にいつもまあ僕昔から言ってると思うんですけど、何かを表現することって全部こうある程度は繋がってるので、さっきミュージックビデオの話もしましたけど、こう表現するとか何かを見せるっていう時にはその雑誌のイメージだったり、雑誌がこういうイメージ、まあ例えば大人っぽいだったり、ちょっとやんちゃ系だったり、ちょっとなんていうのスタイリッシュ系だったりって多分いろいろな雑誌があると思うんですけど、それによってもまあこの雰囲気を使い分けれるようにしようっていうのは心がけてますね。だから僕って結構仕事の前にちょっと準備期間が必要なタイプなんですね。すぐできない。それすぐできる人ってすごいなと思ってて、なんかじゃあやってくださいって言われてすぐやれる人いるじゃないですか。それはすごいなっていつも思いますね。じゃあやってくださいって言われて、じゃあ僕時間くださいって思っちゃうんですよねその代わりしっかりやりますよっていう、なんかそういうタイプなので、結構なんか重要な仕事だったり、なんかこう入り込まないといけないっていう仕事になったら、結構こう準備期間を前もって設定して、そこに向かって、コンセプトを固めていくっていう感じかなって思いますね。でレコーディングですね。まあレコーディングは最近こうほらギンミギミのアルバムだったり、まあ他韓国のねアルバムだったり、こうビハインドっていうのがこう動画にはちょくちょく上がってると思うんですけど、あれと似たような感じかなと思います。でもまあレコーディングは僕一番初めにレコーディングして思ったことは、レコーディングって、まあ、このラジオで使わせてもらってるレコーディング、このマイクもそうなんですけど、自分の声がすっごい繊細に入ってくる。だから例えば練習をしてその練習室で携帯でレコーディングして、うわ俺めちゃくちゃうまく歌えてるって思って、よっしゃ行くぞってレコーディングするのと、ここのマイク使ってここの環境で歌って声を聞くっていうのが全く違うわけね。で初め何が起こるかっていうと、自分の声が嫌いになるわけ。なんでかっていうと、この自分の声ってこんなんなんだっていうのを初め知るのよ、レコーディングで。俺普段聞いてた声ってこっちじゃないんだ、こっちが本物なんだっていうのをまず理解して、そっからそのまあレコーディングの経験もそうですし、まあマイクもね自分で買ってこう家で練習したりもしますし、それによってなんか最近は自分の声が好きになってきましたし、なんかこの声を活かして、俺この曲に向いてるなとか、俺この曲ちょっと苦手だから他のメンバーにここは補ってもらおうとかね、そういうノウハウとかも、最近のレコーディングはやっぱ経験でこう、分かるようになってきたかなと思います。でもねレコーディングは本当に難しい。レコーディングは本当に難しいです。はい。こうお仕事をする上で真面目にまあ考えて僕もやっておりますけど、その真面目にこうするところ以外はですね、結構僕もはっちゃけたり砕けたりしていてですね、まあ結構前にドヨンと撮影する時期があったんですよね。まあ僕ドヨンと一緒にいると大体ドヨンをいじっちゃうんですよ。例えばこうじゃあ一緒に撮りますみたいな写真だったり動画だったりっていうのを撮りますってなって、じゃあ笑顔くださいとかちょっとハッピーな写真くださいって言ったら、まあドヨンの耳を引っ張ってみたり、ちょっとこう後ろから抱きついてみたり、あとドヨンが撮影してたら写真を後ろで撮って変な顔を僕がして笑かせてみたり、カメラに映っているところをこうドヨンをこうなんて言うんですかね、まあとりあえず僕はねドヨンをいじることに、それ以外はもう仕事をする以外はドヨンをいじることにもう人生をかけています。はい。あとね一番僕がこう撮影をする中でってなっちゃうのがやっぱねジョンウなんですよ。これもうねジョンウの癖がすごすぎて、この前もジョンウとねこう二人でなんかする時があったんですよ。あってじゃあ向かい合って笑ってくださいって言われるじゃないですか。で向かい合って笑うじゃないですか。それはもう笑ってくださいって言われてるんだから。で笑うんですけど、ジョンウが
なんかウィンクとか、こう、ジェスチャーでこう、チュッとかしてくるわけよ。で、俺は、ちょっとそれがちょっと、ってなっちゃうタイプだから、それを知ってるから彼は。だからそれもっとしてくるわけ。なんか、そういう感じで、普段はなんか、撮影中ももちろん、ふざける時もありますし、みんなで和気あいあいとしてますね。はい。そんな感じでございます。ということで、ここで一曲を皆さんにお届けしたいと思います。僕のね、最近のお気に入りナンバー、この春だったり、ちょっとね、ほんわかした季節に合う曲じゃないかなと思っています。ブライアン・マックナイトで、The Rest of My Life です。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。DJ は NCT127 のゆうたです。リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここで、ご紹介したいと思います。生麦生米さん。ゆうたくん、はじめまして、こんばんは。突然ですが、私は今、高校3年生で、学校まで電車で通っているのですが、つい最近、ついていないことが起こりました。何？朝、電車に乗り込もうとした瞬間、頭に鳥の糞が降ってきて、そのまま髪にべちょり。わーお。幸いにも隣に座った方が優しい方で、ついた糞を取ってくださったのでよかったです。ゆうたくんは最近、本当俺ってついてないなって思うような出来事はありましたか？もしなければメンバーのそういったエピソードでもいいので教えてください。最後になりましたが、世界で活躍するゆうたくんにいつも元気をもらっています。そして同じ日本人として本当に尊敬しています。ハードスケジュールで本当に大変だと思いますが、健康に気をつけて、活動してください。これからもずっと応援しています。ありがとうございます。最近ついてなかったことか、僕はもう毎日ついてないですよ。なんでかというと、僕はおっちょこちょいなんで、すぐこう何かが降り注いでくるわけじゃなくて、僕自身が何かを降り注ぐタイプなんで、もう例えばね、歯磨き粉を黒い服に落としてみたり、キムチチゲを白い服に落としてみたり、エアパッツを2日後ぐらいになくしてみたり、片方だけなくしてみたり、様々なこう災難が降りかかってくるんじゃなくて、僕自身に降りかけています。はい。そんなタイプなんでね、もう僕は、まあ多分鳥の糞がね、ついてきたら、お、ラッキーって思っちゃうかもしれません。なのでね、鳥の糞、しかもさ、そういうの、こういうのちょっとロマンチックだと思いませんか？こうピチャって当たっちゃってさ、で、親切な人がいて、こう助かりましたみたいなね。で、もし親切な人がすごいかっこよかったりしたら、こうほら、ラブロマンスが始まっちゃったりしちゃったりみたいな、そんな感じもなんかいいですよね。なんかそういう災難から始まるラブみたいなのに憧れてます。ゆうた25歳です。よろしくお願いします。さて、番組もあっという間に終わりの時間となりました。今週のラストナンバーの時間なんですけど、今週のラストナンバーはですね、 NCT127 で、Love Me Now、 どうぞ。さて、今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、皆さんいかがだったでしょうか？今回はですね、まあ僕が準備している裏側だったり、こういうことをして、こういうことを準備して、こういうものを作っているようだったり、あとね、生麦生米さん次から卵も追加してください。生麦生米さんよりさ、生麦生米生卵、ほら俺さっきもさ、実は多分これオンエアでカットされてるかもしれないけど、生麦生米生卵さんって言っちゃったのよ、はじめ。生麦生米生卵さんって言って、スタッフの人にすごい笑われて、なんでですかって聞いたら、生麦生米さんだよって言われて、ああそうなんですかって言って、じゃあやり直しますって言って、生麦生米さんって言おうとしたら 4,5 回ぐらいミスっちゃったんで、次回からの生麦生米生卵さんに変えていただいたら嬉しく思います。はい。てか俺本当に滑舌悪いよね。なんかラジオ通して俺がこんなに滑舌悪いって初めて知ったよ。そしてですね、ここで皆さんに重大なお知らせがあります。次回のゆうたアットホームはですね、初のゲストをお招きしてのラジオなんですけど、なんとそのゲストがですね、初のゲストがですね、東方神起のチャンミン先輩に来ていただくことになりました。ありがとうございます。
僕自身もどういったこう会話ができるかすごく楽しみ、ドキドキ緊張が入り混じっているんですけど、次回のラジオぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、次回のユータアットホームで会いましょう。バイバイ。君を笑わせてクラウンズ過去に置いてきたキングスクラウンカラカラに乾くシートンそれでも叫べよ Get loud Cause you're my only one ひざまずくのさ Get down I'm aiming at you 君に届かない So what am I for yeah 高嶺の花雲の上の存在絶対的なその支配しびれて狂うシェイク追いかけよ